教訓1、最近、私たちの関係について少し心配しています。ねえ、アンナ、大丈夫か？ちょっと心配なようだね。こんにちは、ジョン。最近、私たちの関係について少し心配しています。ああ、いや、何が気になっていたの？まあ、私たちは以前ほど一緒に時間を過ごしていないような気がします。私たちは二人とも仕事やその他の約束でいつも忙しいようです。あなたの気持ちはよくわかります。確かに、最近は二人ともかなり忙しい。でも、あなたは今でも私にとってとても大切な存在だということを知ってほしい。感謝するよ、ジョン。ただ、昔の充実した時間が懐かしいだけだ。私たちはもっとつながっているように感じました。私もそれが恋しいです、アナ。一緒にいる時間を優先して意識的に努力できるかも。定期的なデートの夜を計画したり、両方が楽しめるアクティビティを見つけたりすることができます。それは良い考えのように思えます。二人だけの時間を避けるといいですね。間違いなく。そして、コミュニケーションが重要です。私から特に必要なものがある場合、または何か懸念がある場合は、私に知らせてください。お互いにオープンに、そして正直に話せるようになってほしいと思っています。ありがとう、ジョン。この会話ができて嬉しいよ。これらの懸念に対処し、協力して関係を強化することが重要だと思います。完全に同意します、アナ。関係には双方の努力と理解が必要です。私は私たちの関係を最優先にすることに全力を注いでいます。それは私にとって大きな意味がある、ジョン。僕たちはこの厳しい状況を乗り越えて、向こう側でより強くなることができると私信もアナ。じている。お互いを支え合い、オープンにコミュニケーションをとり、関係がうまくいくように必要な変化を起こしましょう。私たちはこれを一緒に行うことができます。同じ考えでいてくれて嬉しいよ。ジョン。話を聞いてくれて、私たちの関係を進んで取り組んでくれてありがとう。愛してるよ。私も愛してる、アナ。一緒に乗り切ろう。教訓に、次の試験に向けて勉強する意欲が全くない。ねえ、アンナ、次の試験に向けて勉強する意欲が本当になくなってきた。ただ、始めるための原動力が見つからない。君の気持ちはわかるよ。ジョン。特にやる気がないときは、勉強に圧倒されることがあります。しかし、集中力を保ち、ベストを尽くすことが大切だということを忘れないでください。君が正しいのは分かってるよ。アンナ。このモチベーションの欠如をどうしても振り払えない。軌道に戻る方法について何かアドバイスはありますか？さて、私が助けになるのは、教材をより小さく、扱いやすい塊に分解することです。そうすれば圧倒されることは少なく、一度に一つのピースに取り組むことができます。それは良いアプローチのように思えます。シラバス全体を見ていて気が遠くなるほどでした。それを小さな部分に分解すると、達成しやすくなるかもしれません。まさに、ジョン。途中で小さな勝利を祝いましょう。セクションを終了したり、学習目標を達成したりしたら、短い休憩やご褒美など、自分が楽しめるものを自分へのご褒美にしましょう。それは素晴らしいアイディアだ。進歩した自分へのご褒美を忘れがちだ。途中でそのような小さな報酬をもらうことは、良いモチベーションになるかもしれません。もう一つ役立つのは、自分に合った学習ルーチンを見つけることです。
一貫したスケジュールと学習環境を確立することで、正しい考え方を身につけやすくなります。それについてはあまり考えたことがありません。普段は時間があればいつでも勉強するけど、決まったルーチンがあると、もっと構造ができて、集中力が高まるかもしれない。やってみる価値はあるよ。ジョン専用の学習時間と場所を用意しておくと、集中する時間だということを脳に知らせることができます。また、その間は、携帯電話の電源を切ったり、静かな場所を探すなど、気が散らないようにしましょう。やってみるよ。通知やメッセージに気を取られやすいのは分かっています。気を散らすことのない環境を作ることは、間違いなく私の集中力を高めるのに役立ちます。最後に、自分の目標と、そもそもなぜ勉強しているのかを覚えておいてください。試験で好成績を収めることの利点と、それが将来の成功にどのように貢献するかを視覚化してください。目標を念頭に置いておくことで、必要なモチベーションを得ることができます。自分のキャリアのチャンスを切り開くために、この試験で良い成績を収めたいと思っています。それがスピリットだ、ジョン。ポジティブであり続け、自分を信じてください。あなたには成功するための知識と能力があります。一歩ずつ進めていくだけで、その道のりを私がサポートします。ありがとう、アナ。あなたのサポートは私にとって大きな意味があります。もうやる気が出てきた。すぐに教材を分解して、学習ルーチンを確立するつもりです。素晴らしい、ジョン。私はあなたを信頼しています。あなたには偉大なことを成し遂げることができるということを忘れないでください。勉強頑張ってください。何か助けが必要な場合は遠慮なく連絡してください。感謝するよ。あんな助けが必要なら必ず連絡するよ。励ましてくれてありがとう。モチベーションを新たにして、この試験に取り組む準備はできています。教訓3、来年の明確な目標を設定する。アンナ、来年の明確な目標を設定することを考えていました。どう思う？こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイディアのように思えます。明確な目標を持つことで、何か意味のあることに向かって取り組むための方向性とモチベーションが得られます。どんな目標を考えていますか？さて、私は自分のキャリアと個人の成長に集中したいと思っています。最近は少し行き詰まっている感じがしますが、明確な目標を設定することで、モチベーションを保ち、順調に進むことができると思います。素晴らしいアプローチだね。ジョン、常に自分自身に挑戦し、改善に努めることが大切です。キャリアや私生活の中で、具体的にどのような分野に焦点を当てたいですか？私のキャリアの中で、より多くのリーダーシップの責任を引き受け、プロジェクト管理のスキルを高めたいと思っています。また、コミュニケーションとネットワーキングのスキルも向上させたいと思っています。個人的には、定期的に運動し、より健康的な食事をすることで、健康とフィットネスを優先したいと思っています。素晴らしいゴールだね。ジョン、強力なリーダーになり、スキルを向上させることで、間違いなく新しい機会が開かれます。そして、健康管理は健康全般にとって不可欠です。私はどう？私の目標について何か提案はありますか？絶対に、アンナ。あなたのキャリアでは、専門能力開発の機会を追求するか、仕事で新しい挑戦に取り組むことを検討してください。個人的には、喜びと充実感をもたらす趣味や情熱に集中することもできます。仕事と私生活のバランスを取ることが重要です。ジョン、あなたの提案に感謝します。
自分の専門分野に関連するコースやワークショップを調べようと思う。そして、ずっと楽器の演奏方法を学びたいと思っていました。それは私にとって楽しい個人的な目標かもしれません。素晴らしい、アナ。楽器を学ぶことは、リラックスして自分を表現する素晴らしい方法です。きっと楽しんでいただけると思います。一緒に目標を設定することで、その過程でお互いをサポートし、やる気を引き出すこともできます。君の言う通りだ。ジョン、目標を共有することで、私たちの絆が強まり、パートナーシップの感覚が生まれます。困難な状況になった時には、お互いの成果を祝い、励まし合うことができます。間違いない、アナ。定期的に進捗状況を確認し、必要な調整を行う計画を立てましょう。目標に向かって取り組む中で、私たちはお互いに説明責任を果たし、応援し合います。計画みたいだね。ジョン、来年、私たちが一緒に何を達成できるか楽しみです。お互いを支え合い、2024年を成長と達成の年にしましょう。アンナ、これ以上同意できない。明確な目標を立て、新しい課題に取り組み、これからの1年を最大限に活用することが大切です。皆さんがそばにいてくれて感謝しています。おめでとう、ジョン。忘れられない年にしよう。レッスン4、代わりにもっと本を読みたい。ねえ、アンナ、携帯電話でどれくらいの時間をブラウジングしているのか考えてた。その代わりもっと本を読みたい。どう思いますか？こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイディアだ。本を読むことは、リラックスして学び、想像力を広げる素晴らしい方法です。携帯電話にかける時間を減らして、本にかける時間を増やすのは良い選択だと思います。完全に同意します、アナ。ソーシャルメディアを無意識にスクロールしたり、インターネットをブラウズしたりするのに多くの時間を費やしているような気がします。意識的にスマホとの接続を切って、良い本に没頭したいと思っています。このデジタル時代では間違いなく課題ですが、私たちはそれができると信じています。本を読むことは、携帯電話で見つかる塚の間のコンテンツに比べて、はるかに深い知識を与えてくれます。視野を広げ、新しいアイデアを探求する素晴らしい方法です。絶対に、アンナ。魅惑的な物語に夢中になったり、考えさせられる本から洞察を得たりする感覚が恋しいです。それは私たちの個人的な成長と知的刺激にとって重要だと思います。これ以上は同意できないわ。ジョン、本を読むことは集中力や集中力を高めることもできる。これにより、携帯電話で常に気を散らすものから離れ、より没入感のあるマインドフルなアクティビティに取り組むことができます。それは素晴らしい点です、アナ。デジタルのせいで集中力が低下していることに気づきました。本を読むことで、長い時間集中して物語や話題を掘り下げていくように心を鍛えることができます。まさに、ジョン。そして、読書がもたらす喜びとリラクゼーションを忘れないようにしましょう。日常の忙しさから逃れることができる、穏やかで楽しいアクティビティです。本当だよ、アンナ。毎日、読書に専念する時間を取る習慣をつけたいです。一緒に読む本を選んで、後で話し合うこともできるかもしれません。素晴らしいね。ジョン、一緒に読むことは、モチベーションを保つのに役立つだけでなく、共有されたストーリーやアイデアでつながり、絆を深める機会にもなります。楽しくて豊かな経験になるかもしれません。ワクワクしてるよ、アナ。本をもっと読んで、携帯電話の使用を制限する約束をしよう。
家に居心地の良い読書コーナーを作り、それを日常生活の一部にすることができます。全力でやるよ、ジョンボンに優先順位をつけて、私たちの生活の大切な一部にしましょう。それは私たちに大きな喜びと知識、そして充実感をもたらすと信じています。乾杯、アンナ。魅惑的な物語、個人の成長、そして読書の喜びに満ちた未来へ。教訓5、上司や同僚との良好な仕事上の関係。こんにちは、アンナ。上司や同僚と良好な関係を築くことについてお話ししたかったのです。職場で強固な人間関係を築くことについてどう思いますか？こんにちは、ジョン。上司や同僚と良好な関係を築くことは、ポジティブな職場環境にとって不可欠です。チームワーク、協力、そして仕事全体の満足度を高めます。仕事上の人間関係について、具体的にどのような点について話し合いたいですか？さて、上司や同僚とオープンなコミュニケーションを確立したいです。明確で正直なコミュニケーションは、信頼と理解を築くための鍵だと思います。自分の考えや懸念を率直に表現し、他の人の意見に積極的に耳を傾けるようになりたいです。素晴らしいアプローチだね。ジョン。オープンなコミュニケーションは、協力的で協力的な環境を作り出します。誰もが自分のアイデアや視点を提供できるようになり、より良い意思決定と問題解決につながります。絶対に、アンナ。また、上司や同僚に敬意と感謝の気持ちを示したいです。彼らの努力と貢献を認めることは、ポジティブな関係を築くのに大いに役立ちます。お互いを尊重し、支え合う文化を作りたいと思っています。素晴らしい考え方だね。ジョン。感謝の気持ちを表し、上司や同僚の努力を認めることで、つながりを強め、仲間意識を育むことができます。ポジティブな職場環境を構築するのに役立ちます。また、信頼できる協力的なチームメンバーになりたいです。同僚が頼りにして、必要な時に助けてくれるような人になりたいです。仕事上の強固な関係を築くには、お互いに助け合い、共通の目標に向かって協力することが必要です。素晴らしい態度だね。ジョン。サポートと協力を提供する信頼できるチームメンバーであることは、信頼を築き、一体感を育むのに役立ちます。私たちが力を合わせれば、より多くのことを成し遂げることができるということを覚えておくことは重要です。最後に、フィードバックや建設的な批判を受け付けたいです。オープンマインドでフィードバックを受け取り、それを改善に生かすことは、個人的及び職業的な成長に対する私の献身を示すものだと信じています。また、上司や同僚との関係を強化するのにも役立ちます。それは素晴らしい点だ、ジョン。フィードバックを受け入れることは、謙虚さと学習意欲を示します。そうすることで、誰もが自分の考えやアイデアを気軽に共有できる環境が作られ、継続的な改善につながります。同意してくれて嬉しいよ。オープンなコミュニケーション、敬意、サポートに重点を置き、フィードバックを受け入れることで、上司や同僚と強い仕事上の関係を築くことができると思います。ポジティブで協力的な職場環境を作ることは重要です。あなた自身と周りの人々にとって素晴らしい職場環境を作ることができると確信しています。アンナさん、ご支援ありがとうございます。励ましてくれてありがとう。個人的にも職業的にも、共に学び、成長し続けましょう。仕事上の強固な関係を築き、キャリアで成功を収めることが目標です。おめでとう、ジョン。この旅のパートナーとしてあなたを迎えることができて感謝しています。
お互いを支え合い、仕事上の関係において優れた関係を築くために努力しましょう。レッスン6、私は今とても疲れています。こんにちは、アンナ。私は今、とても疲れていることを伝えたかっただけです。そろそろお休みして、もう寝ようと思います。こんにちは、ジョン。完全にわかりました。体の声に耳を傾け、必要な休息を取ることが大切です。ぐっすり眠ることは、エネルギーと健康全般に素晴らしい効果をもたらします。全くその通りだよ。アンナ、長い一日を過ごしたけど、エネルギーレベルが下がっているのを感じる。ぐっすり眠ると、元気を取り戻し、明日の新しい一日に備えることができると分かっています。それは賢明な決断だ。ジョン。睡眠は私たちの心身の健康にとって極めて重要な役割を果たします。睡眠は体の修復と若返りを促し、集中力や認知能力の向上にも役立ちます。アンナ、これ以上同意できない。十分に休んでいると生産性が上がり、頭がすっきりします。ぐっすり眠ることが、パフォーマンスや全体的な気分にどれほど良い影響を与えるかは驚くべきことです。本当にそうだ、ジョンさん。必要な休息をとってください。快適でリラックスできる睡眠環境を作り、就寝前に画面との接続を切るようにしてください。リラックスして睡眠の準備をする時間であることを体に知らせるのに役立ちます。思い出させてくれてありがとう、アンナ。それは絶対に心に留めておくよ。落ち着いて居心地の良い雰囲気を作り、就寝前の刺激的な活動は避けます。ぐっすり眠れるように準備を整えることが重要です。それが精神だよ。ジョン。セルフケアを優先し、休息を取ることを忘れないでください。健康管理は、健康全般の健康と幸福にとって不可欠です。よく眠れ。明日追いつくよ。ありがとう、アナ。ご理解とご支援に感謝します。またおやすみなさい。すぐにお話しします。レッスン7、いくつか変更を加えましたが、皆さんがそれらに気づいたかどうか知りたいです。ねえ、アンナ。今日、家の中で何か変わったことに気づいたか聞いてみたかった。いくつか変更を加えましたが、皆さんが気づいたかどうか知りたいです。こんにちは、ジョン。ああ、興味をそそられる。一日中出入りしていたけど、もう少し詳しく見てみよう。ああ、なるほど。リビングの家具を並べ替えたんですね。見栄えがいいよ。はい、わかりました、アンナ。今こそ少し変更すべき時だと思い、見た目を一新するために別のレイアウトを作りたいと思いました。あなたがそれに気づいて気に入ってくれて嬉しいです。間違いなくいい変化だね。ジョン。新しいアレンジメントは空間を広げ、より魅力的になると思います。よくやった。ありがとう、アナ。フィードバックに感謝します。小さな変更が部屋の雰囲気に大きな違いをもたらすことがあります。それが良い影響を与えてくれて嬉しいです。絶対に、ジョン。それは君が細部にまで気を配り、デザインに鋭い目を持っていることを示している。空間がシンプルでありながら効果的な方法で変化しているのを見るのはいつも新鮮です。変更点といえば、キッチンの掃除は申しましたか？家事を交代で行うことについて話していたのを覚えています。自分の番を逃さないようにしたかったのです。ああ、はい。今日は早くにキッチンの掃除をしたよ。私たちの合意のもと、今度は私の番だと思っていたので、私が面倒を見た。
でも確認してくれてありがとうジョン。私たちが共通の責任を果たしているのは素晴らしいことです。素晴らしいよ、アンナ。あなたの努力と物事を整理してくれて感謝しています。清潔できれいな生活空間を一緒に維持することは私たちにとって重要です。絶対に、ジョン。家事を分担することで、調和の取れた生活環境を作り、双方の負担を軽減することができます。チームワークがすべてです。アンナ、これ以上同意できない。チームワークは、すべてをより簡単に、より楽しくします。私たちの家を維持するパートナーとしてあなたを迎えることができて感謝しています。同じように、ジョン。これらの責任を皆さんと分かち合うことができて光栄です。私たちの生活空間を清潔で快適に保つために、これからもお互いにコミュニケーションをとり、支え合っていきましょう。間違いない、アナ。一緒に居心地の良い手入れの行き届いた家を作ることができます。変化に気づいてくださり、キッチンのお手入れをしていただきありがとうございます。チームワークを大切にしています。どういたしまして、ジョン光栄です。良い仕事を続けて、素敵な家を楽しみましょう。レッスン8、その本屋を私に推薦してくれてありがとう。こんにちは、アンナ。あの本屋を勧めてくれてありがとうと言いたかったんだ。昨日訪れたんだけど、素晴らしかったよ。こんにちは、ジョン。どういたしまして。あなたが本屋を楽しんだと聞いてとても嬉しいです。どんなところが気に入りましたか？さて、まず第一に、雰囲気はとても居心地が良く、魅力的でした。本の品揃えも豊富で、何時間もかけて様々なジャンルを調べました。また、しばらく読みたいと思っていた本もいくつか見つかりました。聞けて嬉しいよ、ジョン。親しみやすい雰囲気で、興味のある本が揃っていてよかったです。隠れた名所を見つけたり、新しい作家を発見したりしましたか？絶対に、アナ。今まで聞いたことのない新しい作家の本に出くわし、そのあらすじに興味をそそられました。私はそれを試してみることにしたので、すぐにその本に飛び込むことにワクワクしています。新しい作家を発見し、読書の視野を広げるのはいつもワクワクします。素晴らしい、ジョン。新しい作家やジャンルを探求するのも、本屋を訪れる楽しみの一つだ。本のページの中で冒険を始めるようなものです。あなたが何か新しいことに挑戦してくれて嬉しいです。間違いない、アナ。あなたの推薦は的を射ていて、感謝しています。おすすめの本の信頼できる情報源があるのはいつでも素晴らしいことです。これからも本屋を探検して、もっと文学の宝物を発見できることにワクワクしています。それを聞いて嬉しいよ。ジョンおすすめを共有し、楽しい本を見つけるお手伝いをできることを嬉しく思います。本は私たちを様々な世界に連れて行き、人生を豊かにしてくれます。確かにそうだよ、アンナ。ご指導ありがとうございます。今後、読んだ本についてお話しできることを楽しみにしています。私たちの考えや洞察を分かち合うのはいつでもいいことです。絶対に、ジョン。あなたが選んだ本についてのあなたの考えを聞くのが楽しみです。これからも推薦を交換し、文学について有意義な議論をしていきましょう。つながり、お互いから学ぶ素晴らしい方法です。同意しました、アンナ。私を正しい方向に導いてくれてありがとう。私は間違いなくその本屋にはもっと頻繁に訪れるだろう。これからはもっとたくさんの文学冒険に出かけよう。どういたしまして、ジョン。手伝えてよかった。
本を通して新しい世界を発見することに乾杯。読書を楽しんで、本についての会話を続けましょう。レッスン9、今日撮った写真を Facebook でシェアしてもよろしいですか？こんにちは、アンナ。今日撮った写真を Facebook でシェアしてもよろしいかとお聞きしたいのですが、とても良かったので、友達と共有できたらいいなと思いました。こんにちは、ジョン。全然気にしないよ。その写真をシェアするのはいいアイディアだと思う。ソーシャルメディアで自分の経験や思い出を友達と共有するのはいつも楽しいです。聞いてよかったよ、アンナ。ただ、あなたがそれに慣れているか確認したかっただけです。友達も写真を見て楽しんでくれると思います。これは、私たちが今やっていることを常に最新の状態に保つのに良い方法です。絶対に、ジョン。写真を共有することは、友達とつながり、私たちの生活を垣間見ることができる素晴らしい方法だと私は同意します。物理的に離れていても、喜びの瞬間を共有し、一体感を生み出す方法です。そう思ってくれて嬉しいよ、アンナ。じゃあ写真を載せておきます。友達もあなたのプロフィールで見ることができるように、必ずあなたにもタグをつけます。良さそうだ。ジョン。共通の友達が簡単に写真を見つけられるように、私にタグをつけるのはいいアイデアです。ご検討いただきありがとうございます。友達からの反応やコメントを楽しみにしています。どういたしまして、アンナ。写真を共有するときは、お互いの好みを尊重することが重要です。私たちが同じ考えを持っていることを嬉しく思います。さあ、この素晴らしい思い出を友達と共有しましょう。絶対に、ジョン。喜びを分かち合いましょう。この瞬間を皆さんと一緒に撮影できたことに感謝しています。私たちの友人たちもきっと感謝するでしょう。美しい思い出を作り、共有しましょう。乾杯、アンナ。写真を共有していただきありがとうございます。大切にすべきもう一つの思い出であり、愛する人たちとのつながりを保つ方法でもあります。レッスン10、人気の新しいオンラインゲーム。ねえ、アンナ。みんなが話題にしている新しいオンラインゲームについて聞いたことがありますか？やってみるのも楽しいかもしれないと思うよ。こんにちは、ジョン。いいえ、まだ聞いたことがありません。そのゲームはなんて呼ばれてるの？もっと教えて。それは、アドベンチャークエストと呼ばれています。これはマルチプレイヤーのロールプレイングゲームで、プレイヤーはクエストに参加したり、モンスターと戦ったり、一緒に仮想世界を探索したりします。素晴らしいグラフィックと没入感のあるゲームプレイ体験ができると聞きました。ああ、面白そうだね、ジョン。コラボレーションや探索ができるゲームを楽しんでいます。別のプラットフォームでも利用できますか？はい、アンナ。モバイルデバイスとコンピューターの両方で使用できるため、最適なプラットフォームを選択できます。バーチャルで一緒に楽しい時間を過ごせる素晴らしい方法だと思います。それは計画のようだ、ジョン。私はいつも新しいゲームに挑戦したいと思っています。特に一緒にプレイできるときはね。早速試してみて、この仮想世界がどんなものか見てみましょう。素晴らしいゲームをダウンロードして、キャラクターを作成します。クエストに乗り出したり、他のプレイヤーとチームを組んだり、何が発見できるか見てみましょう。エキサイティングな冒険になりますよ。
私のことも含めてくれ、ジョン皆さんと一緒にゲームを探検し、どんなチャレンジや宝物が待ち受けているかを見るのを楽しみにしています。一緒にこの仮想世界を掘り下げることができるように、ゲームセッションのスケジュールを立てましょう。間違いない、アナ。ゲームセッションには専用の時間を取っておくことが重要です。そうすることで、ゲームに完全に没頭し、体験を最大限に楽しむことができます。同意するよ、ジョン。それを定期的な活動にして、ゲームを楽しみましょう。楽しいだけでなく、絆を深め、笑いを分かち合うのに最適な方法でもあります。絶対に、アンナ。ゲームはリラックスしたり、楽しんだり、友情を強めたりするのに最適な方法です。アドベンチャークエストで皆さんと一緒にこの新しい冒険に乗り出すことができてワクワクしています。同じように、ジョン。ゲームに飛び込んで、心に残る思い出を作りましょう。このエキサイティングな新しいゲームを私と共有してくれてありがとう。新しい仮想世界を一緒に探検するのはいつだ